足の専門家の立場から見たニューバランスシリーズの解説。今回は996です。皆さんこんにちは。足の専門家中島武史です。今回のこの動画は靴の選び方、ニューバランスの靴の選び方についてなんですよね。まずそもそもニューバランスっていうのはすごく靴としては優れてると足の専門家の立場からはすごく感じるんですけど、この前も私がある人にニューバランスいいですよっていうふうにお勧めして、その人普段コンバースを履いてるんですよね。で、先にお伝えしておくとコンバースが悪いわけじゃないんですよ。良さがまた違うんですけど、でもそのコンバース履いてる人がおっしゃってたのが、ニューバランス履いたら靴ってこんなに立体的に作られてるもんなんですねって驚いてたんですよね。そうなんです。ニューバランスは足の健康から考えてるんで、ファッション性は好み、ニューバランスが好きかどうかもあるんですけどね。足の健康から考えてるんで、足の形をすごく気にして作られてあるのですよね。ただニューバランスの中でも品番ってありますよね。574とか576とか996とかね。で、あれによってもやっぱり目的とかその方向性が全然違うんですよね。で、ニューバランス履き始めるとそういうのがちょっと気になってきたりもするし、やっぱりどれが私に向いてるかなっていうのがあるので、今回は私の方からその解説ですね。私が実際に自分で買って履いてみた感想とか感覚とかもお伝えしてるんで、そういうのも含めて足の専門家の意見が分かれば、皆さん靴買う時の参考になるんじゃないかなと思って今回のシリーズの動画を作っています。今回の動画をご覧になることで、あなたは足の専門家の立場から見たニューバランス996の実際を知ることができるようになります。私は足の専門家であると同時に歩行指導の専門家でもあります。世の中に足の正しい健康情報を広めたいなと思って YouTube を始めたんですが、 YouTube というのはその仕組み的に皆さんが押してくださる高評価ボタンとか、あとは登録してくださるチャンネル登録者数でどれぐらい拡散されるかどうかが決まるみたいなんですね。もしも皆さんがこの動画を見たりして、これは役立ったなとか、こんなの世の中の人たくさん知ったらいいのになと思っていただいたら、ぜひチャンネル登録していただいたり高評価ボタンを押していただくと大変助かります。よろしくお願いします。では実際に今日は996ですね。こちらが996です。996とありますが、こちらの解説をしていきたいなというふうに思います。ニューバランスの996っていうのは、一番最初に作られたのが1988年だったかな。今から30年ぐらい前にはもう作られたんですよね。で、そこから基本的なコンセプトはほぼ変わらずにずっと来てます。このフォルム見ていただいたらなんとなくわかると思うんですけれども、996っていうのはいわゆるニューバランスってやつです。もうオーソドックスなニューバランスを考えていただいた時に出てくるニューバランスだと思ってください。もともとは990というシリーズから派生してるんですけれども、また違う動画でもあげますよ。990がどっちかっていうと機能的なところをすごく追求していって、ハイテク装備って言ったらおかしいんですけども、そっちの方に特化していく流れになったのに対して、996というのはクラシックでシンプルでオーソドックスな作りを残したまま今伝統的に着ているっていう靴ですね。だからニューバランスをまず履こうかなと思う時に最初に手を取りやすいやつにはなってますね。シリーズとしたら大きく3つあって、 M996 っていうのと CM996 っていうのとで WL996 っていうのがあるんですよね。で、この M っていうのは手作業で作られた、アメリカ生産かな、手作業で作られたハンドメイドのやつで、これ一番高いんですよね。次の CM っていうのがアジア生産かな、アジア生産で大量生産で作られてるやつです。で WL っていうのが女性向けになってるモデルで、これも大量生産だとは思うんですけど、これが一番手が出やすい金額になってます。ただこだわりを持ってやっぱり作られてあるので、それだけその手作業の方がいいのはいいんですけれども、あまりその手作業じゃないやつはバッタもんかと思わなくていいですよ。やっぱり同じニューバランスのものなんですごくいいものではあります。違いがこの3つにあるのははっきり分かるので言うと、かかとのクッションが違うんですよね。かかとのクッションがよりいいやつが入ってるか、ちょっとずつ落ちてくるか。でも落ちてるって言っても大したことないですよ。大したことないっていうか、落ちてるって言ってもいいものは使ってあるんだけれども、よりいいものを使ってるのがさっきのあれに変わってると思っていただいたらいいと思います。で、最近軽量のソールを使ってる MRL っていうシリーズの996もあるみたいですけれども、これはちょっとイレギュラーだと思っていただいたらいいのかなと思ってます。まずこのニューバランスでは With サイジングシステムって言って、横幅のラインナップもあるんですよね。これが例えば 26.5 の端だったら、横が D の靴 D2E4E って言って、こうやって横幅のサイズの違いもあるんです。で、これがニューバランスはすごく素晴らしいとこなんですけど、基本的に D が細身で 2E が標準で 4E が幅広っていうふうに言ってあるんですけど、これに関しては D しかないんですよ。このフォルムをやろうと思ったら
D しかできないということですね。またこれ違う動画でも上げますけれども、何かと比較対象がないと分かりにくいので、比較対象としてこれはね、574っていう、574っていうものを持ってきたんですが、これもいわゆるニューバランスの靴、見たところちょっと近い感じしますよね。で、これと比べるとこういうふうに見てもらったら分かるかと思うんですが、この幅を見ていただいたら分かるんですけど、574に比べると996は細いんですよね。だからこの細いシルエットを維持するっていうか作るためには横幅が 2E とかにはできないみたいで、基本 D のラインナップだけだと思ってください。で、実際履いた感触の話に入っていくと、まず私の足のサイズの話をしておくと、実寸で言うと私の足の実寸は 25.3 です。縦が。で、横の実寸はこういうのを皆さん一つ持っておくといいと思うんですね。これデジタルノギスって言って、こうやってこの状態でピッと横に伸ばしていくと、この幅がこう数字に出てくるやつなんですね。で、これで私の足の横幅の一番広いところから広いところを取ると 9.9 か 10.0 です。これ注意してほしいのは、足を下につけて測ってくださいね。地面につけて体重乗った状態じゃないと足の横幅っていうのは正確に取れないんでね。横幅が 9.9 から 10.0 ぐらいの人間がこれを履いてどうかです。ちなみにこの買ったやつは 26.5 の D ですよね。で、履いた感触で言うとギリギリいけるかなぐらいです。私、足どっちかというと幅広の方には入るかなと自分で思ってたんですけど、もちろん厚みもあるんですよ。厚みはちなみにね、これで測ると 3.1 ですね。一番高いところで親指の付け根あたりで 3.1 あるんですけど、左足だけちょっとここの部分がちょっと当たるかなどうかな、紐緩めていけるかなどうかなぐらいです。靴が僕が大体当たる時っていつもここの部分ですね、当たったりして嫌な感じするんですけど、ギリギリいけるかなぐらいの感じ。だから今自分でサイズ測ってみて、私のサイズ感の人は大体そう思っていただいたらいいし、私と足のサイズが違う人は履いてみないとわからないけれども、ちょっと私幅広かなと思ってる人で入らんことないかなどうかなっていうやつです。ただこれは D しかラインナップがないので、もう幅広がいいとしてはもうちょっとこれ諦めないといけないモデルですよね。で、履いた感じの感触で言ったら、これもこっちとの比較っていう風な話でいきましょうか。そうじゃないとこれ自体だけでどうかっていうのは言いにくいのでね、全く他の靴引っ張ってきて比べてもそれは全然話にもならないので、ものすごい基本的なラインのこの辺り574と一応比べてという話で言うと、まず思ったのは柔らかいなっていう感じです。柔らかいっていうのはこの周りですね。フィット感が柔らかく当たるな、締め付ける感じはどっちかというとホールド感がガチッとあるというよりは柔らかいなという感じと、あとは軽いなっていうのはすごくありますね。軽いな。で、なんて言うんですかね。軽いっていうのはいい意味も悪い意味もどちらもあるんですけどね。ただ単に軽かったら安定しなかったりもするし、軽さ追求してグニャグニャの靴はそれはダメなんですけど、これは軽いけれどもしっかりとしてるんで、そういう意味ではすごく素晴らしいですね。で、あとこちらの574なんかと比べると、どちらかというとだからタウンユース、街中がメインですよという人はこっちっていう感じかなとは思います。歩きやすいっていう感じ。だからどんな人におすすめかというと、大まかに言ったら、まず足の横幅はそれほど気になる、外反母趾もないし、それほど気にならない普通の細身の靴でも私別に問題なく履けるよという人で、シンプルなものが好きな人で、あとは使うところはあぜ道とかああいうところはあんまり歩かないで、基本タウンユース、街中でしか履かないわという人、そういう人はこんな感じですね。で、その中の M か、ちなみに M996 で25,000円前後ぐらいかな。で、CM で1万円ちょっとぐらいかな。1万円前後ぐらい。で、WL がもうちょっとそれより安いんですけど、それほどめちゃめちゃこだわりがなかったら、僕は、こんなこと言ったらニューバランスさんに怒られるのかもしれないですけど、十分アジア版の CM でも十分じゃないかなとは思ってますけどね。こだわりがある人は、しっかりと M の方を使っていただいたらいいと思います。手が出やすいんでね、まずこんなのから、始めていただくといいし、これは中心になるラインナップなんで、色のバリエーションもすごいあるんですね。で、これの場合はヌバックかな。この肌触りのいいやつで、しかもちょっとシックな感じ、質感のいい感じのやつなんで、僕はすごく気に入ってますね。いかがでしょうか。ニューバランスの996の解説です。もしも横幅に気にならない方は、まずこれを買っていただくと、ニューバランスというものを知るのにすごくいいんじゃないかなと思いますね。ぜひ試してみてください。